今日、インテルの株が時間外で 15% も跳ね上がったのだ。赤字デモだ。なぜそんなことが起きるのか。その答えは AI 戦争の意外な穴場にあるのだ。赤字なのに株価が 15% も上がるってどういう仕組みなんですか？普通に考えたら下がりそうですけど、それに今日は他にも気になるニュースが多くて。今日は世界で5本の重大ニュースが動いたのだ。インテル株の謎、メタが8000人を切り始める話、米軍の空母が中東に3隻集結した緊張、ウクライナへの9兆円融資、そしてブラジルで起きたアルゼンチン人の人種差別事件、どれも日本に関係してくる話なのだ。まず1本目、インテルの話なのだ。CNBC によると、2026年第1四半期の売上は136億ドル、日本円で約2兆円、アナリスト予想の124億ドルを 9% 以上上回ったのだ。1株当たり利益も予想1セントに対して実際は29セントと29倍だったのだ。29倍って数字が違いすぎませんか？それにしても赤字が42億ドル以上に膨らんでるのに、なんでそこまで市場が喜んでるんでしょう。ここが面白いところなのだ。株式市場が評価しているのは、今の赤字じゃなくて、これからの成長なのだ。インテルのデータセンター部門が前年比 22% 増の51億ドルになったのだ。なぜかというと、AI の計算方式が変わってきているからなのだ。これまで AI といえば NVIDIA の GPU が主役だったのだ。でも今、AI エージェントという自分で考えて動く AI が普及し始めて CPU の需要が急増しているのだ。GPU が大きな工場なら CPU は現場監督みたいなものなのだ。現場監督なしでは工場が回らないという状況になっているのだ。なるほど。NVIDIA とインテルは競合じゃなくて、むしろ補完関係に変わりつつあるってことですね。それにトランプ政権がインテルの最大株主になったっていう話も気になります。そうなのだ。米政府がインテルの筆頭株主になって、NVIDIA もソフトバンクもインテルに数十億ドル単位で出資したのだ。これは、半導体の製造拠点を米国内に取り戻す、という国家戦略の一部なのだ。日本で言うと、TSMC の熊本工場誘致と同じ発想なのだ。今日のインテル急騰は、単なる高決算じゃなく、AI と地政学が交差したシグナルなのだ。2本目はメタなのだ。CNBC によると、メタが5月20日から全従業員の 10%、約8000人を削減すると発表したのだ。さらに採用予定だった6000人分のポストも凍結されたのだ。メタって去年も大規模リストラしてましたよね。何度もやってて、しかも6000人の採用も凍結するって、社員の方はたまったものじゃないですよね。メタのリストラの構造を見ると面白いことがわかるのだ。削減されているのは主にメタバース関連、コンテンツモデレーター、そして一般管理職なのだ。その一方で AI エンジニアの採用は続いている。つまりこれは AI に置き換えられる仕事への入れ替えなのだ。マイクロソフトも同じ日に希望退職を発表。アマゾンも今年1万6000人削減と、テック大手が一斉に動いているのだ。日本のキャリア市場への影響を考えてみるのだ。外資系テック企業でのキャリアを目指す Z 世代や就活生にとって、メタバース、SNS 系の職種は先細りになってきているのだ。一方で AI エンジニア、MLOps、データエンジニアは求人倍率が前年比で 50% 以上増えているのだ。就職先を選ぶなら今すぐ軸を AI 系にシフトした方がいいのだ。インテルとメタの話、両方 AI が鍵になってるんですよね。インテルは AI で復活、メタはもっとガチで投資するためにリストラ。同じ波に乗っていても全然違う見え方になるんですね。3問目は中東なのだ。ハンネルス・ブラッドによると、米軍の空母 USS ジョージ、H、ワット、ブッシュがインド洋に到着し、これでアラビア海のエイブラハム、リンカーン、航海のジェラルド、R、フォードと合わせて中東周辺に3隻が揃ったのだ。空母1隻には戦闘機70機以上と5000人以上の乗組員がいるのだ。それが3隻いるということは戦闘機210機以上、兵士1万5000人以上が中東の海に浮かんでいる計算なのだ。米軍の空母は全部で11隻、その3割近くが今、1カ所に集まっているのだ。停戦中なのに3隻って、むしろ緊張が高まってるってことじゃないですか。イスラエルも、列国のゴーサインを待っている、って国防省が言ったと報じられてますし。ハンデルス・ブラッドの報道では、イランの中央銀行がホルムズ海峡の通行料徴収を始めたとも伝えているのだ。ホルムズ海峡は日本が輸入する原油の約 80% が通る場所なのだ。仮に再封鎖や摩擦が起きれば、原油価格は1バレル30、40ドル上昇するとも試算されていて、日本の電気代やガソリン代に直撃するのだ。教育費や食費も含めた生活コスト全体に波及するのだ。
ちょっと聞いていいですか？ローマ教皇のレオ14世も、混沌とした状況だ、とコメントしてるんですよね。私、宗教的な指導者がここまで踏み込むのって珍しいと思うんですが、どう受け止めればいいんでしょう。教皇の発言は外交的なシグナルとして重要なのだ。ある日はイランがイエスと言い、翌日はアメリカがノーと言う。という言葉は、交渉が全く安定していないことを示しているのだ。教皇はデモ参加者の処刑にも言及していたのだ。つまり、軍事的な緊張に加えて、イラン国内の人権問題も国際社会が注目しているということなのだ。4本目、ウクライナなのだ。モンドによると、EU はウクライナへの900億ユーロ、日本円で約14兆円の融資を正式に承認し、ゼレンスキー大統領と各国首脳が早急な実行を求めたのだ。これは2026年と2027年の2年分の軍事、財政支援に当たるのだ。14兆円って本当にすごい金額ですよね。これは融資ですよね。返済できるんでしょうか？あと、EU は同時にロシアへの第20弾制裁も承認したと読みました。融資の返済はロシアが凍結された海外資産、約3500億ユーロの運用益を充てる計画なのだ。第20弾制裁とのセットで支援を続けながら圧力もかけるという2段構えなのだ。ただいまの戦況は停滞しており、EU の早急な実行、要求は裏を返せば、まだ資金が届いていないという焦りも含まれているのだ。日本も同様の枠組みでウクライナ支援をしており、無関係ではないのだ。5本目はブラジルで起きた話なのだ。アルゼンチン人の男性、ホセ・ルイス・アイレ、67歳、ガリオデジャネイロのコカカバーナにあるスーパーで、レジ待ちの黒人女性に人種差別的な言葉を浴びせて逮捕されたのだ。ナシオンが報じたのだ。注目すべきポイントが2つあるのだ。1つ目は法律の厳しさなのだ。ブラジルは2023年に人種差別的侮辱を人種差別罪と同等に格上げしたのだ。時効なし、保釈金なしという非常に重い罪なのだ。2つ目はこの男性が2年近くブラジルに居住していた事実なのだ。法律を知らなかったという言い訳が通じない状況なのだ。知らなかったが通じない状況って、海外在住者にとって本当に怖いですよね。特にブラジルは差別に対する感覚が日本とは全然違う。現地の法律や文化規範を知らないで生活するリスクって、旅行者も含めて考えさせられます。これはメディア比較という視点でも興味深い事件なのだ。アルゼンチンのナシオンはこの事件を3ヶ月前の別の事件の続報として伝えているのだ。ブラジルのメディアは繰り返される外国人による差別として大きく報じ、日本のメディアはほぼスルーしているのだ。同じ事実でもどこから見るかで全く異なるストーリーになるのだ。もう一本、ボーナストラックなのだ。米国のゴールデンドーム構想の話なのだ。ブレイキングディフェンスによると、総工費1850億ドル、日本円で28兆円を超えるミサイル防衛システムの構築が、もはや理論上の話ではない、と、責任者のゲトライン将軍が公開宣言したのだ。28兆円って日本の防衛費3年分以上ですよね。これってどんなシステムなんですか？ゴールデンドームは、全米を覆う傘のようなミサイル防衛網なのだ。今回公開されたのは、ALPS というレーダーで、信号を出さずに相手を察知できる、見えない目のような技術なのだ。AI とデータ共有のハブも作られていて、日本はこの同盟国版として関係してくる可能性があるのだ。北朝鮮や中国のミサイル脅威を考えると、日本版ゴールデンドームの議論が起きてもおかしくないのだ。冒頭でインテルが赤字でも株価足す 15% という話をしたのだ。今日6本のニュースを通して見えてくることがあるのだ。インテルの復活、メタの大量解雇、ゴールデンドームの28兆円、ウクライナへの14兆円融資、中東の空母3隻体制、すべてに共通しているのは AI と安全保障という2つの軸なのだ。世界のお金と軍事力がこの2点に集中しているのだ。今日の5本を振り返るのだ。インテルは赤字でも株価足す 15%、AI と CPU 需要が軸、メタは8000人削減で AI にフル投資、米空母3隻が中東に集結し、ホルムズ情勢は依然緊張中。EU はウクライナに14兆円融資を承認。ブラジルでは人種差別侮辱が時効なしの重罪になっている現実。そしてゴールデンドームは理論から現実への段階に入ったのだ。僕の個人的な見立てを言うのだ。今日一番注目すべきは実はゴールデンドームなのだ。28兆円のミサイル防衛が AI と結びついて具体化されたということは、次の10年は AI で戦争を抑止できるかという問いが世界の中心になっていくのだと思うのだ。インテルの株価はその象徴的な数字なのだ。あなたはどう思うのだ？コメントで教えてほしいのだ。
毎週金曜日は地政学ウィークリーをお届けするのだ。来週も中東情勢、AI 安全保障、各国の動向を解説していくのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを解説しているのだ。チャンネル登録と高評価でぜひ応援してほしいのだ。コメント欄で AI 時代のキャリアで一番不安なことを教えてくれたら次回の動画に活かすのだ。また明日も会おうなのだ。